編み地の途中からジグザグの鎖を編み出すテクニックを解説します。これを覚えると、親指穴を開けたハンドウォーマー全体をジグザグ編みで作ることが可能になります。ジグザグの鎖は編み地の途中からでも編むことができ、また元の編み地へ戻ることができます。重要なのは、ジグザグ構造が連続するように編むことです。簡単な例として、ジグザグの編み目2目をジグザグの鎖で飛び越えるということをやってみましょう。ジグザグの編み目の手前側を編んで、ここからジグザグの鎖へ移ります。針を向こうへ回して鎖を1目。手前に回して鎖を1目。これで鎖が2目編めたので、次に元の編み地へ戻ります。針を向こうへ回してジグザグの編み目の向こう側を1目。鎖を編むときもジグザグ編みをするときと同じように交互に針を回せば OK ですね。元の編み地へ戻るときにジグザグ構造が連続するように気をつけましょう。ジグザグの鎖が向こう側で終わったのなら、針を手前に回して手前の目を編んで戻る。鎖が手前側で終わったのなら、針を向こうへ回して向こう側の目を編んで戻る。といった感じです。飛ばす編み目と同じ数の鎖を編めば、編み地に切れ目が入ったようになります。鎖の数を多くすれば、編み地がせり出す形になります。このテクニックを使ってハンドウォーマーを編んでみましょう。大まかな流れは次のようになります。まず人差し指から小指までの4本の指が入る筒を編みます。次に親指用の穴をジグザグの鎖で編み出します。親指部分で増えた目数を手首サイズまで減らして出来上がりです。最低限必要な数字が手のひら周りと親指周りの長さです。手首のフィット感を重視する場合は、手首周りの長さも分かっているといいですね。私の場合、手のひら周りが約21センチ、親指周りが約6.5センチ、手首周りが約17センチでした。今回はこちらの毛糸を6号のかぎ針で編みます。この組み合わせで10センチの長さを編むのに細編みが何目必要かを調べます。私の場合は19目必要でした。この数字をもとに手のひら周りと親指周りを細編みで編んだら何目になるか計算します。1センチが 1.9 目ということなので、手のひら周りは 1.9×21 イコール 39.9 目。親指周りは 1.9×6.5 イコール 12.35 目。この数字をジグザグ編みに変換します。細編みの目数に対して1倍から2倍の間でジグザグ編みをすると伸縮してフィットします。きつい方が良ければ1倍に近く、緩い方が良ければ2倍に近い目数にします。今回は手のひら周りを 1.3 倍、親指周りを 1.1 倍で作ることにしました。手のひら周りが 39.9×1.3 イコール 51.87。親指周りが 12.35×1.1 イコール 13.585。ということで、手のひら周りは52目、親指周りは14目とします。目数を割り出したら実際に編んでみましょう。指先側からスタートです。ジグザグの鎖編みで52目作り目し、普通に筒を編めば OK。ある程度編んで好みの長さになったら親指穴を作ります。親指穴の位置は基本的にはどこでも大丈夫ですが、今回は手のひら側へ少しずらします。立ち上がりが目立たない位置に来るようにするためです。
編み地を4等分して、人差し指と中指の間あたりから鎖を編み出すといい位置になります。右手と左手で編み図が若干異なることに注意しましょう。ここでは左手を例に進めます。左手の場合は、先に手の甲側を編んで手のひら側へ進みます。ただし、これは表面を見ながら編む、つまり奇数段の場合です。偶数段の場合は編む向きが逆になります。甲側を26目編んだところです。手のひら側を4目編み、ジグザグの鎖を12目編み出します。2目飛ばして元の編み地へ戻ります。編み出した鎖12目と飛ばした2目とで14目分の親指穴を開けることができました。次の段では鎖の目を拾って編みます。2目飛ばして鎖を12目追加したので、トータルではプラス10目で1周62目になっています。増えた分を減らし目して元の目数まで戻します。1段おきに2目ずつ減らすことにします。もっと角度をつけたければ毎段減らしてもいいですし、逆に緩やかにしたければ2段おき3段おきにしても OK です。最初の筒と同じ52目まで戻りました。あとはこのまままっすぐ編めば OK ですが、手首にかけてさらにすぼめるとしたら、どこまで目数を減らせるか考えてみましょう。私の手首周りは17センチで、これを細編みで編んだら 32.3 目。目数が少なすぎると手が通らないので、1.4 から 1.5 倍の長さでジグザグ編みします。32.3×1.4 イコール 45.22。32.3×1.5 イコール 48.45。46目か48目くらいまでなら大丈夫そうです。今回はぴったりした感じの例として48目まで減らしてみます。親指部分の減らし目を続ける感じで48目に。あとは好きな長さになるまで編んで完成です。右手を編む場合も基本的な流れは同じですが、親指穴を開ける位置には注意しましょう。左手と同じように編んでも入ることは入りますが、立ち上がりが目立つ位置に来てしまいます。立ち上がりがそんなに気にならないという場合は、手の甲と手のひらの境界部分で親指穴を編み出すのもありです。その場合は左右の編み図を共通化できます。以上、親指穴を編み出して作るハンドウォーマーでした。目数計算がややこしいと感じたかもしれません。
とりあえず手のひら周りの長さを測って、そこをジグザグ編みで何目で編むかということから考えてみましょう。今回は細編みで編んだ場合の 1.3 倍でやってみましたが、これは結構ぴったりしたサイズです。もっとゆったりした方が良ければ2倍の方に近づけます。手のひら周りの筒を編む、親指穴を作る、増えた分を減らすという感じで、流れとしてはシンプルなので、ぜひ挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。